春日部つむぎのゲーム作ってみよう。親愛なる視聴者の皆様、こんにちは。どうも、春日部つむぎです。今回は、ナイアガラシステムを使用して、アイテムを拾った際に、プレイヤーに引き寄せられるドロップエフェクトを作成してみようと思います。プレイヤーに引き寄せられるドロップエフェクトをアイテムにつけてみた。早速、作ってみましょう。1、ナイアガラシステムの作成。右クリック、ナイアガラシステム、エンクティを選択します。名前を NS ドロップ FX にします。ファイルを開きます。2、プロジェクタイルエミッタの作成。エンクティエミッターの名前をプロジェクタイルにします。2の1、エミッターアップデート、エミッターステートを選択します。詳細パネル、ライフサイクル、ライフサイクルモードをセルフにします。ループビヘイビアをワンスにします。生成するパーティクルの数を指定します。エミッターアップデートのクラスをクリックして、スポーンバスとインスタンテイニアスを追加します。詳細パネル、スポーンカウントを1にします。これはスポーンしたいパーティクルの数です。2の2、パーティクルスポーン。パーティクルの寿命を設定します。イニシャライズパーティクルを選択します。詳細パネル、ポイントアトリビューツ、ライフタイムモードをランダムにします。ライフタイムミニマムを 1.2 にします。ライフタイムマックスを 1.75 にします。パーティクルの寿命が 1.2 から 1.75 のランダムな範囲になります。色を設定します。カラーモードをダイレクトセットにします。カラーを展開して R0.0、G130.0、B500.0、A1.0 にします。パーティクルのサイズを設定します。スプライトアトリビューツ、スプライトサイズモードをユニフォームにします。ユニフォームスプライトサイズを 15.0 にします。形状を設定します。パーティクルスポーンのプラスをクリックして、シェイプロケーションを追加します。詳細パネル、シェイププリミティブをスフィアにします。スフィアラディウスを 10.0 にします。ディストリビューション、エミスフィアディストリビューションを X0.5、Y0.5 にします。速度を設定します。パーティクルスポーンのプラスをクリックして、アドベロシティを追加します。問題を修正します。詳細パネル、アドベロシティ、ベロシティモードをフロムポイントにします。ベロシティスピードをランダムレンジフロートにします。2000.0 から 4000.0 のランダムな範囲にします。ミニマムを 2000.0 にします。マキシマムを 4000.0 にします。ノイズを設定します。パーティクルスポーンのプラスをクリックして、カールノイズフォースを追加します。カールノイズは、回転するような揺らぎを持つノイズです。リアルな煙、雲、水流、エネルギーの流れなどの視覚効果を表現できます。問題を修正します。詳細パネル、カールノイズフォース、ノイズストレングスを 2500.0 にします。ノイズフリークエンシーを 50.0 にします。2の3、パーティクルアップデート、ドラッグを設定します。パーティクルアップデートのプラスをクリックして、ドラッグを追加します。問題を修正します。詳細パネル、ドラッグ、ローテーショナルドラッグを無効にします。ドラッグを 0.25 にします。ノイズを設定します。パーティクルアップデートのプラスをクリックして、カールノイズフォースを追加します。詳細パネル、カールノイズフォース、ノイズストレングスを 2500.0 にします。ノイズフリークエンシーを 100.0 にします。パーティクルがプレイヤーに引き寄せられるようにします。パーティクルアップデートのプラスをクリックして、スプリングフォースを追加します。スプリングフォースを設定すると、パーティクルが特定の領域に引き寄せられます。詳細パネル、スプリングパラメータ、フォースストレングスを 5.0 にします。パーティクルイクイブリアムポジションは、最終的にこの位置にパーティクルを持ってくる力が発生します。これをユーザーパラメータから読み取るようにします。ユーザーパラメータタブを開きます。パーティクルイクイブリアムポジションを動かしてみると、パーティクルが向かう場所がずれます。これをプレイヤーの位置に設定します。名前をプレイヤーロケーションにします。詳細パネル、スプリングパラメータ、スプリングタイトネスをフロートフロムカーブにします。テンプレートをリニアランプアップにします。スプリングタイトネス、フロートカーブ、スケールカーブをランダムレンジフロートにします。ミニマムを 2.0 にします。マキシマムを 5.0 にします。ディザイアドミニマムセパレーションディスタンスを 0.0 にします。
プレイヤーと接触した時に消滅するようにしたいので、パーティクルが消滅する領域をプレイヤーロケーションに作成します。パーティクルアップデートのプラスをクリックして、キルパーティクルズインボリュームを追加します。このボリュームでは、スフィアボリュームを作成します。詳細パネル、キルパーティクルズインボリューム、キルシェイプをスフィアにします。スフィアラディウスを 50.0 にします。ボリュームオリジンのシミュレーションポジションに、ユーザーパラメータのプレイヤーロケーションをドラッグ&ドロップします。一旦、コンパイルします。3、トレイルエミッタの作成。からのエミッターを追加します。右クリック、アドエミッター、エンクティを選択します。名前をトレイルにします。3-1、エミッターアップデート、エミッターステートを選択します。詳細パネル、ライフサイクルモードをセルフにします。ループビヘイビアをインフィニットのままにします。他のエミッターからパーティクルを生成します。エミッターアップデートのプラスをクリックして、スポーンパーティクルズフロムアザーエミッターを追加します。問題を修正します。パーティクルスポーンにスポーンパーティクルズフロムアザーエミッターが追加されます。問題を修正します。もう一つ、展開して、問題を修正します。エミッターアップデートのスポーンパーティクルズフロムアザーエミッターを選択します。詳細パネル、スポーンパーティクルズフロムアザーエミッター、アトリビュートリーダー、エミッターバインディングをプロジェクタイルにします。生成元がプロジェクタイルになります。スポーンレイトを 250.0 にします。スポーンレイトパーパーティクルキャップを 250.0 にします。3-2、パーティクルスポーン、イニシャライズパーティクルを選択します。詳細パネル、ポイントアトリビューツ、ライフタイムモードをランダムにします。ライフタイムミニマムを 0.2 にします。ライフタイムマックスを 0.4 にします。色を設定します。詳細パネル、ポイントアトリビューツ、カラーモードをダイレクトセットにします。カラーを展開して、R0.0、G13.0、B50.0、A1.0 にします。トレイルのパーティクルサイズを設定します。詳細パネル、スプライトアトリビュート、スプライトサイズモードをランダムユニフォームにします。ユニフォームスプライトサイズミニマムを 2.0 にします。ユニフォームスプライトサイズマックスを 15.0 にします。3-3、パーティクルアップデート。パーティクルアップデートのプラスをクリックして、スケールスプライトサイズを追加します。徐々に小さくしたいので、反転します。ライナーランプダウンにします。パーティクルアップデートのプラスをクリックして、ドラッグを追加します。ノイズを設定します。パーティクルアップデートのプラスをクリックして、カールノイズフォースを追加します。詳細パネル、カールノイズフォース、ノイズストレングスを 500.0 にします。時間が経過するとフェードアウトするようにします。パーティクルアップデートのプラスをクリックして、スケールカラーを追加します。詳細パネル、スケールアルファをフロートフロムカーブにします。最初は表示されていますが、時間が経つにつれて0に下がります。注意事項が表示されているので確認します。コンパイルして保存します。4、ドロップ FX アクタの作成。右クリック、ブループリントクラス、アクタ。名前を BT ドロップ FX にします。ファイルを開きます。コンポーネントパネルのプラス追加より、ナイアガラパーティクルシステムコンポーネントを追加します。詳細パネル、ナイアガラシステムアセットに作成した NS ドロップ FX をセットします。アクティベーション、オートアクティベートは、トゥルーのままにします。イベントグラフに移動します。検証用に何度もパーティクルが発生するようにします。セットタイマーバイファンクションネームノードを配置します。イベントビギンプレイノードにつなぎます。ルーピングを有効にします。タイムを 1.0 にします。1秒おきにループするようにします。カスタムイベント EV スポーンを作成します。セットタイマーバイファンクションネームノードのファンクションネームに EV スポーンを記述します。1秒おきにカスタムイベント EV スポーンが呼び出されます。ナイアガラコンポーネントを配置します。ナイアガラコンポーネントより、セットアクティブノードを配置します。カスタムイベント EV スポーンにつなぎます。ニューアクティブをトゥルーにします。
リセットをトゥルーにします。ナイアガラコンポーネントを配置します。ナイアガラコンポーネントより、セットナイアガラバリアブル、ベクター3ノードを配置します。イベントティックノードにつなぎます。インバリアブルネンをナイアガラシステムのスプリングフォースに設定したプレイヤーロケーションにします。プレイヤーの位置を取得します。ゲットプレイヤーキャラクターノードを配置します。ゲットプレイヤーキャラクターノードより、ゲットアクターロケーションノードを配置します。高さを調整します。ゲットアクターロケーションノードより、アドベクターノードを配置します。X0.0、Y0.0、Z30.0 にします。アドベクターノードをインバリューにつなぎます。コンパイルして保存します。DP ドロップ FX をレベルに配置します。起動してみましょう。起動するとナイアガラパーティクルが発生して、プレイヤーに引き寄せられてますね。アイテムにドロップエフェクトを実装。アイテムを拾った時に、ドロップエフェクトが発生するようにします。右クリック、ブループリントクラス、アクタ。名前を BT アイテムにします。ファイルを開きます。コンポーネントパネルのクラス追加より、スタティックメッシュコンポーネントを配置します。詳細パネル、スタティックメッシュにアイテム用のスタティックメッシュをセットします。詳細パネル、コリジョンプリセットをノーコリジョンにします。小さいスタティックメッシュなので、スケールを 5.0 にします。コンポーネントパネルのクラス追加より、スフィアコリジョンを配置します。名前をコリジョンにします。スタティックメッシュの中心に来るように少し持ち上げます。詳細パネル、形状、スフィアラディウスを 100.0 にして、スタティックメッシュを覆います。コリジョンを右クリック、イベントを追加、オンコンポーネントビギンオーバーラップを追加します。イベントグラフにオンコンポーネントビギンオーバーラップノードが配置されます。コリジョンに接触したのがプレイヤーかどうかを判定します。アザーアクターより、キャスト 2BT サードパーソンキャラクターノードを配置します。プレイヤーがアイテムに接触すると、BT ドロップ FX がスポーンするようにします。スポーンアクターフロムクラスノードを配置します。キャスト 2BT サードパーソンキャラクターノードにつなぎます。クラスに作成したドロップエフェクト BT ドロップ FX を指定します。スポーントランスフォームより、メイクノードを配置します。スポーンする場所はこのアイテムの場所にします。ゲットアクターロケーションノードを配置します。アイテムの真ん中くらいからスポーンするようにします。ゲットアクターロケーションノードより、アドベクターノードを配置します。Z80 にします。メイクノードのロケーションにつなぎます。サウンドを鳴らします。プレイサウンドアットロケーションノードを配置します。スポーンアクターフロムクラスノードにつなぎます。サウンドにサウンドアセットをセットします。サウンドが鳴る場所はこのアイテムの場所にします。ロケーションをゲットアクターロケーションノードにつなぎます。最後にアイテムを消します。ディレイノードをつなぎます。デストロイアクターノードをつなぎます。コンパイルして保存します。BT ドロップ FX を開きます。検証用のループ処理は不要なので、イベントビギンプレイノードは切断します。コンパイルして保存します。レベル上の BT ドロップ FX は削除します。アイテムをレベルにいくつか配置します。起動してみましょう。アイテムを拾うと、ドロップエフェクトがプレイヤーに引き寄せられましたね。設定ファイル。ドロップエフェクトをつけると、アイテムを拾うのが楽しくなりますね。アイテムを拾った際に、ドロップエフェクトがプレイヤーに引き寄せられる演出を取り入れるメリットは、視覚的な満足感と達成感。エフェクトによる演出がプレイヤーにアイテムの取得成功を視覚的に示し、達成感を高めます。視覚的魅力の強化。引き寄せられるエフェクトがゲームの視覚的魅力を増加させ、プレイヤーを楽しませる要素になります。フィードバックの強化。
プレイヤーがアクションに対して視覚的、音響的なフィードバックを受け取ることで、ゲームプレイがより満足のいくものとなります。没頭感の強化。プレイヤーが細かい操作に気を取られることなく、ゲーム世界に集中できる効果があります。ゲームのユニーク性向上。特徴的なエフェクトや演出を持つことで、他のゲームとの差別化が図れ、より記憶に残りやすくなります。学習曲線の緩和。初心者プレイヤーにもわかりやすく、ゲームシステムを容易に理解しやすくなります。だそうです。はい、それでは、今回の動画はここで終わります。興味がある人は高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあ、バイバイ。